皆さんごきげんよう。前回バラモン教世界というものをご説明し、そこから、仏教がどのようなスタンスで姿勢で現れてきたのかという大枠のお話をいたしました。今日はその現象についてもう少しその地理的な側面から、ご説明をしたいと思います。2回目でしたか、手書きの地図を出しましたら、下手くそな手作りの地図で申し訳ないなと思ったんですが、意外と評判良かった手作り感がいいということだったので、それで懲りずに同じ図を持ってまいりましたです。ご覧ください。ですね、ここ例によってここがね北西インドでしょ。でここからいわゆるそのインドヨーロッパ語を語る喋るアーリアと呼ばれる民族が入ってきて、ここにバラモン文化の基盤を作るわけですね。でそのバラモン文化は次第にインド全域に波状にゆっくりと、おそらく何百年という時間をかけて広がって定着していったと思われます。でそのバラモン文化ではこの間も申しました通り、神との直接のこの関わり合いの能力がある、神と直接その交信する力のあるバラモンという階級が一番上に来て、そして現世で多くの権力や資産を蓄え持っている、言うてみれば現世で最高権力者であるクシャトリアはあくまでそのバラモン階級の下に来るんだと、そういうシステムであったわけですね。ところがですね、そのバラモン教文化が次第にこのインド全域に広がっていくんですが、この辺りですね、この辺りはインドでも大変豊穣な土地であります。ご存知のガンジス川という巨大な川も流れておりまして、この辺りは、この北西インドに比べればはるかにこの農耕が盛んに行われ、生産物もたくさん取れる、もっと分かりやすく言うと世俗の富がたくさんある場所なんですね、ここは。そうしますとですね、このバラモン文化が次第にこちらへ伝わっていって、この辺りまでやってきますと、その何ていうか精神性において権力を持っていたバラモンたちよりも現世での、名誉権力資産を蓄えているクシャトリアの方が、形としては優位になってくるわけなんですね。つまりこの辺りへ来ると、このバラモンをトップとするようなバラモン教文化というものが幾分成り立ちにくい状況になってくるわけです。そうしますと何が起こるかというと、当然ながらその権力の逆転が起こってくるわけで、バラモン階級よりもむしろクシャトリア階級の方が上なのではないかという疑問が出てくるわけです。誰が疑問を持つかという、言うまでもなくこれはクシャトリア階級がそのような疑問を持つわけですね。こうしてこの辺りというのは実はその、この北西インドに端を発するバラモン文化が逆転をするその可能性のある場所になってくるわけです、ここはですね。それでじゃあ仏教は、お釈迦様は一体このインドのどこで活動したのかということなんですね。それはここ見てください。ここに、4つの黒丸があるでしょ。この4つの点が実はお釈迦様が、活動をなさった痕跡、仏跡の場所を表しているんです。一番最初、一番上のここにルンビニって書いてありますね。このルンビニというのがお釈迦様がお生まれになった場所です。そして、この下にブダガヤと書いてあります。ここはお釈迦様が修行の最後の仕上げとして菩提樹の下にお座りになってお悟りを開かれた場所であります。そしてその近くにサールナートという場所があります。これは日本では六夜音と呼ばれるんですけれども、このサールナートという場所はお釈迦様が初めてお説法をなさった場所、つまり仏教という宗教が初めてこの世に現れた場所であります。そして、
お釈迦様80歳で亡くなりましたから、その80歳の時に、最後お亡くなりになる。この悟った人が亡くなることを特別に仏教では涅槃に入る、涅槃するという言い方をするんですね。ですからお釈迦様が涅槃に入られた場所はこの4つ目の黒丸、櫛ながらですね。で生まれて悟って説法して亡くなるというわけですから、この4つの黒丸がお釈迦様一生を表す場所であります。するとお分かりですね。どこでお釈迦様は活動なさったのか。この黒丸が表す通り、お釈迦様という方の、80年の活動範囲はこの領域なんですね。これまさに、ここから北西インドから入って生まれたバラモン文化が次第にインドの中へと入っていって、やがてバラモンとクシャトリアが、この逆転を起こす、そういう場所にお釈迦様がお生まれになった。だからこれは極めて必然性を感じるわけですね。で前回私ジャイナ教というもう一つのシャモン宗教のお話をいたしました。でジャイナ教を作った人はニガンタ・ナータプッタっていうのは、これが本名ですが、別名ジナとも呼ばれます。ジナさんが作った宗教なのでジナ教ということで、これをジャイナ教と呼ぶわけなんですが、このジナ教、ジャイナ教が生まれた場所、そしてそのニガンタ・ナータプッタさんが活動した場所もまさにこのお釈迦様の活動領域とピタリと合うんですね。重なるんです。で場所だけではありません。時代もほとんど同じ時代なんですね。2500年前と言われています。そういう意味ではこの地域、こここそが、この、バラモン文化が逆転を起こし、反バラモン文化、いわゆる、シャモンたちの活動の場としてここが大きく発展していったんだということがお分かりになると思いますね。はい、それでちょっと一ついろいろと仕掛けをしたら難しくなっちゃってうまくいかないんですすいません。今のね、反バラモン教のことをお釈迦様が語っておられる言葉があるんですね。これ非常に面白い言葉で、お釈迦様が残されたいろんなたくさんのお経がありますが、その中でも最も古いと言われている、お釈迦様が本当にこの言葉を間違いなく語ったのかどうかということはまだ学問的に、証明されてもいませんけれども、今現存する釈迦の言葉として残っているものの中でもこれはもう最古のものの一つですから、かなり信憑性があると思いますが、この言葉が大変そのバラモン教と仏教との関係をきれいに語っておりますので、ちょっとご紹介をいたしましょうか。生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人となり、行為によってバラモンともなると、こういう言葉なんですね。これちょっと聞きますと、あれれ、お釈迦様ってバラモン教徒なんじゃないのって思いますね。これ思い出してください。前回梵天の話をいたしましたでしょ。仏教が否定したはずの梵天がちゃんと仏教世界の中で認められているじゃないかという疑問に対して、それは梵天という言葉を使いながら実はその内実を変えることによって、実はバラモン教とは全く違う考え世界観を主張しようとしている、そういう言葉を受け継ぎながら概念を変えるという手法なんだとこう申し上げましたが、ここも全くそれが同じように出てきています。バラモンという単語がキーワードですね。ここでバラモンになるバラモンになると言ってますから、あたかもこれそのまま読むとバラモンになること、バラモンであることに価値があるというふうに読めます。そうするとお釈迦様ってバラモン教徒だ、こういうふうになるんですが、よくよく見てください。よくよく見てください。生まれによって卑しい人となるのではない、生まれによってバラモンとなるのではないと言ってますから、ここのバラモンは実はカーストによって決められているバラモンではないんです。
生まれによってバラモンとなるのではないっていうんだから、生まれじゃないっていう別の概念のバラモンなんです。じゃあそのバラモンは、何なんだと言いますと、これは行為によって卑しい人となり、行為によってバラモンともなるというのですから、このバラモンとはまさに行為をする人、つまり前回で言いますと、これは努力です。努力をする人こそが、ここで言うのはね、真のバラモンなんだと言ってるんです。よろしいですか。ここもね、バラモンという言葉をそのまま、持ってきてるんですが、実はそれはバラモン教のバラモンじゃないんですね。だからバラモン教の人たちよ、あなたたちが言っている血筋家柄でバラモンになると言って偉そうにしているその姿は本当は大間違いなんだと。そういう生まれ血筋というものを誇りにして生きている人間も卑しい人になったりするんですよということですね。生まれによって卑しい人となるのではないということは、その人が卑しい人になるその唯一の原因はその人の行為なんだ。つまりその人が卑しい行為をするならば、そのものは真のバラモンではない。たとえバラモン教の制度の中でバラモンの家系に生まれたとしても、その人が卑しい行為をするならばそんなものは本物のバラモンとは言えないんだと。もし君たちがバラモンだバラモンだと言って胸を張りたいのならば、そのものは正しい行為、正しい努力をすることによって初めて真のバラモンであると言われるのであると、こういうわけです。ですからお釈迦様自身は、私は仏道、つまり仏教の教えというものを取り広めているこの私のこの教えに従って正しく生きよ、そのものこそが真のバラモンと呼ばれるべきであると、このように主張しておられるわけなんですね。ここにもまた、用語の転換という手法が見られています。でこのことからお分かりになる通り、お釈迦様という人が血筋家柄で人を判断し、その価値を認めるという当時の風潮ですね。バラモン主義世界の世界観に強く反発をし、それを否定していたということがよくお分かりになると思います。もうちょっと時間がありますので続けてやりましょうか。それでブッダ、お釈迦様という人の話に入っていくわけで、一番基礎的な情報から申し上げますが、老眼だからちょっと見にくいね。ですね、ごめんなさい。お釈迦様の名前についてです。一番最初、私もここの講義ではいつもお釈迦様お釈迦様って呼ぶんですね。私お釈迦様のファンですから、お釈迦様の信者ですから、お釈迦様お釈迦様と言うんですが、これが本当は正しい呼び方ではないんだというふうに申しましたね。で、お釈迦様はブッダです。仏です。手塚治虫の漫画でブッダというのがありますが、ブッダはまさにお釈迦様の人生を語るストーリーの漫画ですね。ことから分かるとおり、お釈迦様はブッダです。で、ただブッダというのは、これは悟りを開いた人、目覚めた人は全部ブッダと言いますので、お釈迦様だけがブッダではありません。お釈迦様はたくさんいるブッダの中の一人だということになります。またこれもね詳しくご説明しますが、で、従ってお釈迦様というブッダにはその特別な固有名詞がつきます。でそれがゴータマブッダなんですね。ゴータマブッダというのが、お釈迦様をブッダとして呼ぶ時の呼び方です。ただのブッダって言ってしまいますと、他の仏様他のブッダも意味することがありますから、混乱する可能性があるわけですね。ゴータマというのがお釈迦様の固有名詞であります。で、そのお釈迦様は別名釈迦牟尼と呼ばれるんですね。で、これは書いてありますね。釈迦牟尼です。こんな感じですね。で、釈迦族の牟尼というのは聖人、すごく立派な人という意味なので、
お釈迦様は釈迦族生まれなので釈迦族の聖人ということで釈迦牟尼で、もちろんこれは悟った後に付けられた名前です。生まれた時からね釈迦牟尼って呼ばれるはずがないんで、お悟りを開いてブッダになった後に釈迦牟尼と呼ばれるようになったわけなんですね。はい、それから、この次の世尊というのは、すいませんね、立ったり座ったりして、世尊というのは、これは人々がお釈迦様を尊敬して呼ぶ時の呼び名です。ですからお釈迦様に呼びかける時にね、お釈迦様とかゴータマさんとかそういうことは言わないんで世尊というんですね。これどうもね尊師っていう単語と似てるので嫌なんですけども、こっちの方が本家本元ですからね、世尊と皆さんは呼ぶわけです。バガバーンっていうんですね。バガバーンっていうインド語で呼ぶんですね。はい、それからもうちょっと時間が迫ってきたから簡単に説明をしますが、で本名はゴータマ・シッダッタ、これパーリ語です。でもしこれサンスクリットで言いますとガウタマ・シッダールタ、ゴータマ・シッダッタかまたはガウタマ・シッダールタなんですが、これ本当にお釈迦様はこういう名前であったかどうかは確証がありません。古い文献の中にはあまりこの名前出てこないので後で作られた可能性があります。ただゴータマというのは多分本当だと思うんですね。いろんなところでお釈迦様をゴータマと呼ぶ人が時々現れます。これはねお釈迦様を信じてない人です。お釈迦様の、ライバルとかあるいは無関係な人がお釈迦様を呼ぶ時にはゴータマさんって呼ぶんですね。で尊敬している人はみんな世尊と呼びます。で、それでその下がですね、でブッダ、このゴータマ・ブッダのブッダとはどういう意味かということを最後にご説明しますと、これはインドの言葉で、ブッダという単語です。でこれは目が覚めたという意味です。今まで寝ててね、要するにぼーっと寝てた人がパッと目が覚めてはっとこの世の真実に気がついたという、そういうものを発見する、真実に目覚めるという意味で、この人のことを目の覚めた人をブッダと呼んだんですね。でこれがまた後に、お釈迦様だけではなくてさまざまなブッダがいるというように、ブッダの概念もどんどん変わっていくわけです。ブッダについてはまた次回続けてお話をいたします。じゃあ今日はこれで終わります。皆さんお元気でごきげんよう。